はい、では今回の動画は、墨田区の谷口化学工業所さんの工場にお邪魔しておりますので、クリームの製作風景を撮影させていただければと思っております。ということで、社長の谷口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。計量から進めていければと思います。よろしくお願いします。谷口さんに、成分をちょっと紹介してもらおうと思います。そうですね。自然から作ったシリーズという形で今回靴クリームを、製造工程ご説明させていただいてるんですけども、やっぱメインどころとしてはこの天然由来の成分ですねをメインで使っているっていうところがポイントになっています。で、例えばここがカルナバワックス、このサラサラっとしたような見た目で、本当に靴磨きを好きな方だったらもう一度は聞いたことあるような、そうですね、名前であったり、結構他にも車のカーワックスとかにも使われることがあったりするんですけど、もういわゆるツヤを出すのがすごく長けているワックスになってます。某社のワックスとか結構乾燥してくると結構こういうのがパラパラ落ちてきたりしますよね。ああ、そうですか。はい。これが多ければ多いほどやっぱり光りやすいっていう感じで。いや、そういうわけでもなくて、そうなんです。そこがまた靴クリームの深いところというか、このカルナバワックスだけで靴クリーム作ればいいじゃんっていう発想にもなったりするんですけど、ベタつきが結構強いっていう弱点があったり、やっぱり一定の配合量がベストな配合量っていうのがあって、それより増えてしまうとベタつきが強くなって逆に光が出なくなったりとか、そういうのが割りますので、いろんなローを混ぜてその弱点を補い合っていくみたいな、そういうイメージに近いですね。続きまして、そしたらシアバターいきましょうかね。シアバター、はい。これがシアバターと呼ばれる原料の塊で、かなり化粧品とかでも多いですよね。そうですね。ハンドクリームでやっぱ使われること多いかもしれないですね。これシアの実っていう植物の実から取れるシアバターという原料なんですけども、またこれの珍しいところは、これ一応ワックスに分類される原料なんですが、バターって名前がつくロー成分って3つしかないみたいで、1つがシアバターで、他2つがアボカドバターとカカオバター、この3つらしいですね。で、じゃあなんでバターって名前がついてるかっていうと、本当名前の由来の通り、指の体温で溶けていくっていう、それぐらい融解温度が低いっていうところが特徴の原料になってます。先ほどのカルナバは結構光沢って感じですけど、こっちは保湿っていう、保湿ってイメージですね。ちゃんと油分と水を浸透させて、そこに蓋をするような、そんなイメージの配合で我々作っています。ありがとうございます。はい。続きまして、こちらが、こっちが蜜蝋ですね。別名ビーズワックス。我々が使っている形状は結構こういう丸く固めてるようなものを使ってるんですが、この形は蜜蝋だからこの形ってわけではないです。さまざまな形あります。本当粉状の蜜蝋もあれば、今回お見せしているようなこういうちょっとかたどられたような形状もあったりします。これも結構保湿のイメージがありますけど、そうですね。保湿効果もやっぱ高くて、プラスシアバターと違うのは硬いんですね。めちゃくちゃローの中でめちゃくちゃ硬いわけではないんですけども、こういう保湿させるローの中では割と硬めのローになっていて、それによってこれを配合することで、このクリームだとか作りたいものの状態を柔らかくしすぎない。なるほどなるほど。硬いものとうまく混ぜてそのシアバターと例えばビーズワックスの分量っていうのは、どっちの成分がいい悪いっていうよりは、最終的な使い心地も考えて混ぜていくっていう。はい、おっしゃる通りです。もう一つあるとすれば、耐熱温度。例えば柔らかすぎて40度の熱で液状に戻っていってしまうとかっていうのも我々は試験の項目として捉えていて、ちょうど目の前にあるこれが耐熱計なんですけど、設定温度40度にしてて、この中は今41度なんですけど、41度の温度でも液体化しないっ
っていうのを製品として OK のバーにしてるんですよね。これ何ですか？これは香料です。これサムライ香料って言って、もうサムライっていう名前は、はい、オリジナル香料です。あ、そうなんですね。はい、天然由来の香料を作ってくださる香料メーカーさんがあって、そことずっと打ち合わせをして、この中にはですね、ヒノキの香りと、あとレモンの香りとジンジャーと、あと最後にクローブっていうちょっとこうエキゾチックな香りがする匂いなんですけど、その4種類を混ぜてキャライノベートさんっていう会社さんが配合してくれた香料で、完全オリジナルで、そのキャライノベートさんがサムライって名付けてくれたんですけど、ちょっと日本っぽさを表現した香料になってます。これは自然から作ったシリーズ専用の香料ということで、このクローブっていうのがまたちょっと面白い香りで、今ちょっと甘い匂いもしたかもしれない。これが結構クローブの香りなんですけど、その歴史を表現してるっていうのはどういうところにあるかっつったら、クローブって別名長寿油って呼ばれるんですね。で、長寿油って昔何に使ってたかっつったら、日本刀を錆びないようにお手入れしてた油なんですね。それが混ざってます。サムライそうです。鹿油ですかね。鹿油ですね。我々は鹿脂って呼んでることがほとんどで、この油っていう字が月変のそうです。ラーメンの油の油なんですけど、この鹿脂は常温だと固形化する油で、今ちょっとこっちの方が色濃く見えるかなと思うんですけど、ここまで鹿の油が入ってて、ここは今空洞で、でこう流れ落ちることはない、結構しっかり固まってるような油になってます。細かいところまで言うと、北海道のエゾジカの油なんですね。で、エゾジカって北海道で害獣指定されてしまっていて、ハンターさん、いわゆるマタギさんがその畑とかを荒らされないようにある程度駆除をしていくんです。で、ただ実際はこの駆除されてもジビエとしてこう食肉になったり、こう別のものに姿を変えるのっていうのは全体のほんと数%レベルで、基本的にほとんどはそのまま燃やされて廃棄っていう状態で、なんかこうせっかくの命でこう屠殺されてしまった動物ですけども、弊社としても有効活用していきたいなというところで、今回はこのシリーズで鹿脂を選んでおります。比較的ベタつきが少ないって言われている油脂なんですけど、ヘアトリートメントとかヘアケア製品に使われることはあるみたいですね。実際そういう製品も出てますね。そうなんです、はい。今こんな感じです。で、ここが染料コーナーですかね。はい、はい、染料はですね、本当にいろんな色があって、多分見た目だけじゃなかなか分かりづらいんですけど、例えばこれが黒の染料ですね。これは水に溶けるんですか？熱して溶けるってか？これは油に溶ける方ですね。油に溶ける。はい。で、油に溶ける黒の染料もあれば、はい、こういう黄色の染料、赤茶色ですか？そうですね、赤茶色の染料で、こっちの方がこれがそうですね、こっちが小分けしたやつですね。で、これが染料を測るための、ほんとすごいもう年季入っちゃってすごいことになってるんですけど染料の測る重量計なんですが、 0.0 何グラムまでコンマ2個までいけるんですね、はい、なので風が吹いただけで重さが変わるんです。確かにこれだけで。それはあれですかね、谷口さんがやっぱ仰ぐといきますかね。で、僕もだ筋トレしてるんでだいぶそうだいぶ風圧強いと思う。そんなことないです、そんなことないです。これ何か液体とかって入れないんですか、今の段階では？いや、入れないですね。このまま溶かすんですね。このまま溶かしていきます。逆に例えば
ここの段階で有機溶剤とかはい、入れてしまうと、そう引火点が低いんで燃えてってしまったり、水なんか入れてしまうと今度は100度以上にならないので溶けが弱くなってしまったり、もうひたすら待つとこですね。ここはこれがもう全部液体になるまで待つっていう感じですね。そうです。右の下の方。本当にちょっとグツグツなってます。今5分ぐらいですかね。今ちょうどでもね10分ぐらいですかね。もう10分ぐらい、ええ、10分でこのぐらいに。あと5分ぐらいで多分全部溶ける感じですかね。なるほど。もう完全に液体になってますね。こっちが水と乳化剤等々を混ぜたものですね。ありがとうございます。でここからこう攪拌しながら混ぜていくっていう、これが攪拌機です。そうです。攪拌機もいろんな種類があって、はい、ちょっと先端がはい、こういう風になってる、砕けるような。砕けるような、そうです。攪拌機もあれば、今使ってるのは穴がちょっとボコボコって開いててこう吸い上げるような攪拌機ですね。あ、回るわけではないんです。回るわけじゃないです。こう回るのはプロペラ式のやつがあって、そのプロペラ式のやつはまた別であっちにあるんですけど、こう使い分けのイメージとしては、ある程度液体状のものが多い時は、はい、こういう下からこう吸い上げて上に出すみたいな、そういう攪拌機をうちは使うことが多くて、はい、でさっきのこのギザギザの方はちょっとこう例えば細かい粉とかが多い時は、ごめんなさい、これは今ちょうど混ぜてるところですね。水と油を。あ、だいぶ一気にクリームらしい色になりましたね。そうですね。やっぱこう乳化ってその言葉の通り、はい、このなんていうんですかね、この白くなってくるんですよね。はい、これどのぐらいやられるんですか？は、だいたい3、40分ですかね。あ、そうなんです。季節によって、はい、ある程度温度を下げるっていう目的もありますし、はい、やっぱちゃんとこう乳化をさせるっていう目的もあるんですけど、これ香り付け。香り付けです。はい。クリームの充填。あ、そうです。充填で、弊社の場合は3回に分けて注いでいます。でこのが今1回目の注ぎですね。底継ぎって呼んでるんですけど、はい、7割ぐらい入れる感じ。もうちょっと入れてる。そうですね。でもまさに7割ぐらいですね。大体。なるほど。ほんとざっくりイメージとしては、最初7割入れて、はい、次が2回目の注ぎ、中継ぎって言うんですけど、中継ぎはだいたい2割から2割ちょっとぐらいで、最後に1割弱ぐらいを注いでるっていうような分け方してます。でも厳密にはある程度感覚で行っている部分もあります。3回に分けるのはなんかどういったご理由なんですか？そうですね。
スクリームの原料ってやっぱりろうと水と油と有機溶剤とっていうところで、このろうが固まっていくのを待たなきゃいけないんですよね。で今完全に液体状なんで、こう揺らしたりするとこう波打つ感じなんですけども、これを仮に1回で全部注いでしまうと固まるまで、要は波打たなくなるまでにだいぶ時間かかるんですね。でだいぶ時間かかると今度は何が起こるかというと、表面から固まっていくので表面がどんどん収縮していってへこんでいってしまったり、もしくはこう見た目もみずみずしくない、なんかマットな乾燥したクリームっていう見た目になってしまうので、そのためにこうお客様に届けるときに蓋を開けたときにこうみずみずしいクリームでありたいなというところで3回に分けて注いでいるようにします。成分うんぬんというよりやっぱり見た目がだいぶ変わっちゃうっていう感じなんですか？そうですね、見た目変わります。あとやっぱり乾燥が進んでしまうので、その一発目の使用感も若干変わると思いますね。ちょっとこう固めのクリームになってしまうところあります。どのぐらい1回目は乾燥させるんですか？季節によって若干違うんですが、だいたい今ぐらいのそんな暑くない季節だとそうですね、20分ぐらいですかね、だいたい。すごいプルンプルンですね。見た目が美味しそうなそうですね。ちょっと杏仁豆腐みたいな。杏仁豆腐に似てます。これが今保温中の。そうです。冷めないように湯煎しながら、これが本当でも今お話通り1回だけで注いでしまうと乾燥になってきちゃうので、乾燥じゃなく固めるっていうところでキャップを密閉していくようなイメージですね。今2回目重点。はい、2回目です。だいたい全体の2割ちょっとぐらいですかね、を目標に注いでいる感じです。やっぱり今見てもらっても分かると思うんですけど、さっき注いだところが固まるのを待ってると、もう今注いでるのと色がちょっと違うんですよね。ちょっとこの同じニュートラルでも白っぽさがくすんじゃうというか、多分映像で伝わるかな。いや大丈夫だと思います。大丈夫結構違うと思います。結構違いますよね。この左側は結構白いんですそうね。ですそうです。右側はちょっとみずみずしく、ちょっとだけ黄色がかってそうでるというか。す。乾燥がやっぱり若干進んじゃった感じなんですよね。収縮とちょっと乳製品みたいな色してますね。なのでやっぱ3回目の注ぎで今の量よりももっと少ない量を注いで、はい、でもっと少ない量を注ぐともっと固まるのが早いので、固まってるけど乾燥しないタイミングでもうキャップを閉めちゃうっていう。それでお客様に届けるときはこの左側のみずみずしい状態で届けるっていうのが目的になってます。あとはそうですね、この注ぎ方自体はもう創業当時からずっと変わらないやり方で、目的は先ほどお話した通り、その蓋を開けた時の光沢感だとか、最初の塗り心地の滑らかさとかっていうところが目的なんですけど、今後はそこも我々としては変えるつもりはなくて、やっぱりこう3回に分けて注ぐっていうのは待つ時間もあるし、ちょっと効率的には非効率なところもあるんですが、大事なこの製造の手法としてずっと続けていきたいなと思ってます。これが最後の重点。最後の重点です。
ちょっと固めてからそうです。ちょっと固めて、もうある程度こう揺らして波打たない状態になったら、入れてる量自体がもう最後は少ないので、だいぶ固まってる状態でもうキャップ締めっていうフェーズに移行しますね。この3回に分けると結構みずみずしい感じでお客様に届けられる。そうです。はい。もう本当今まさに映ってる状態が結構ピカッと光ってると思うんですけど、ここら辺の、ね、そのまま届けることができるって感じですね。でかつ最初にこうぐるぐるしたりしなくてもすぐに取りやすいっていう。そうです。結構滑らかなクリームっていう状態で。これ全商品手作業ですか？全商品そうですね。目で見て手でこう作業してって、こういう蓋締めと同時に検品でもあるので、本当にそういう部分では不良品の発生とかここでこう皆さんがこう弾いてくれるんで。ただこれで蓋閉めて終わりじゃなくて、実は明日残してる作業があって、もう一回全部蓋開けるんですよね。もう一回全部蓋開けて水滴を取る作業なんですよ。やっぱまだあったかいんで、その湯気がキャップの表面に乗っちゃう乗っちゃうというか表面についちゃうので、明日もう一回全部蓋開けて水滴を取って、でそれで完成って感じです。いや、これ1枚ずつ貼っていくの大変ですね。そうですね。本当に慣れてくれてて、すごく丁寧にスピード感よくやってくれてるので、この後に横のシールも貼って、最後裏のシールはないので横のシールを貼ってって感じです。これ今側面の。これ側面ですね。はい。表面と側面を全部同じにするってなると、やっぱり手作業ならではだと思います。機械だとなかなか難しいですね。なかなか難しいですね。この何をもって正面とするのかっていう判別を機械だけで行うのは。これが正面、はい、自然から作った作りですね。でこのまま真裏に成分表示とかですか？はい。この方向が全部合わせる。全部合わせてます。はい。で開けた時にちょっとこうプルンとしたプルンとした杏仁豆腐を目標に確かに